東京ゲームショウ2022をご覧の皆様、こんばんは。この番組を進行させていただきます百花繚乱と申します。よろしくお願いいたします。ここからのお時間はバンダイナムコエンターテインメントが手掛けますエースコンバットシリーズより制作陣をお招きしてインタビューをしていく、そんな番組をお届けしてまいります。それではご紹介させていただきます。河野さん、そして下尾さんです。よろしくお願いいたします。バンダイナムコエンターテインメント、エースコンバットシリーズブランドディレクターの河野です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、エースコンバット7スカイズアンノーンのプロデューサーの下本です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。さあお二人、もう早速こちら座っていただいてますけども、こういった番組はもうお二人でよく出られてらっしゃるんでしょうか？バンバン出てます。でも結構久しぶりだね。そうですね。あ、もうそうなんですね。よく出てたんですけど、本当に久しぶり、半年ぶりぐらいですかね。半年ぶりぐらいにエースコンバット7発売した時は、ええ2人でよくいろんな番組に出させていただいたんですけれども、はいまあ、そこからさすがに今再びみたいなそうです。状態3年半経ってるんで、ええ半年前の収録もそれこそグダ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 半そう年ぶりでそんなこと言わないですよ。もうすごいボリューミーだったってことですよね。噛み合わなくて反省しながら帰った覚えがあります。なるほどそこから半年なんで、はい、今日グダグダ。あ、今でもちょっと大丈夫かなみたいな、心配はされてるかもしれないですけど、今日はいっぱい聞くほどございますんで、はいたくさんインタビューにお答えいただきますんで、本日よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それでは早速お話聞いていきましょバンダイナムコエンターテインメント、エースコンバットシリーズブランドディレクターの河野です。本日はよろしくお願いします。エースコンバットシリーズではブランドディレクターっていうあまり耳慣れない仕事をやってます。ブランド自体の、ビジネスだったりとか、クリエイティブも全て全部責任を持ったりとか、方向性を示したりとか、そういうことをやる立場なので、そうですね、今エースコンバットブランド全体を見るっていう意味で役職名をブランドディレクターにしてます。エースコンバットのブランドでコンサートをやってみようだったりとか、あとグッズ展開の相談されたらグッズの話ももちろん受けますし、で当然ながらゲームに関しては今後どっちの方向性で、世界中でどういうファンに向けて作っていくものにするのかだったりとか、もう網羅的に全部やってるって感じですね。シリーズをやっぱり27年きちんと続けてきたことですかね。やっぱりシーズンの実態がちょっとあまり調子良くない時期が正直あって、そこから今エースコンバット7で V 字回復といいますか、ブランド自体が活気づいているので、やっぱりシリーズを27年存続させて、今の位置ポジションに持ってこれたっていうことが一番大変だったけど達成感のあることですかね。お客様ファンが望んでいることを一番真摯に誠実に捉えてブランド自体を方向づけていく、運営していくということを決めたことですかね。盛り返した原因、事実はそれなんですけど、原因となったのはやっぱりお客様の期待や信頼を一度裏切ってしまったことがあって、裏切ってしまったというより満足させることができなかったことがあって、それがきっかけでやっぱりチーム全体、僕も含めてチーム全体を思い悩んで、この後エースコンバットシリーズを続けていくためにはどうするべきかっていう話し合いがあって、でそこで出た結論がさっき話した通り、やっぱりお客様の期待満足が第一だよね、それに応え続けるべきだよねって、そこから真摯にやり続けた結果、だんだんと回復して今があるって感じですかね。27周年を迎えるともう30周年が近づいてきてるじゃないですか。30周年までに30周年なんもないですってできないんで焦ってますエースコンバット自体はもうすでに発表してるんですけれど、新しいシリーズに向けて制作をしているっていう状態にありますんで、なんとか30周年盛り上げられるようにって今頑張ってる最中ですね。1990
何年だろう、何年かちょっと忘れちゃったんですけど、エースコンバット2の制作中からですね。この質問いつも困るんですけど、やっぱりさっき話したその失敗も含めて全部まあ苦労して産んだ子供たちみたいなイメージなので、もうどれも特別なので、あんまりこれが特別好きとかってないんですよね。一つ一つになんか思い出があって、まあ苦労した部分があってっていう感じなので、そうですね。ただまあ本格的に僕が、企画やシナリオだったりとか全てに絡み始めたのが、エースコマット04なので、まあ一番そこがなんか作品としての思い入れっていうより僕の仕事的な思い入れが強いですかね。なんかいろんなことを全部自分がいいと思う方向に持っていけ始めたのが04だった気がしますね。まあ、04を出した時にやっぱりちょうど PS2 の時期もあって、まあ、グラフィックだったりとかいろんなものが進化して、まあ、エースコンバットシリーズの生まれ変わりとしてすごい評価されたっていうのが、まあ、一つあって、でその後、まあ今となってはさっき話した通り愛しい我が子なんですけど、エースコンバットアサルトホライゾンっていうのが途中で一本あって、それが、まあ、お客様の期待に十分に応えられなかったっていうので、まあちょっとやっぱ思い入れ、逆の思い入れ、そういう意味で言うと今言ったエースコンバットアサルトホライゾンは逆の意味でお客様から、まあ、厳しい言葉もあって、まあ、目を覚ますきっかけになったので、まあ、そういうポジな反響もあればネガな反響も当然シリーズの中にあります。でリアルには家で見ててびっくりしました。びっくりしてツイートしました。でよくよく考えるとなんか随分昔にそんな話を聞いたことあるかもとかっていう感じで、まあ、すっかり忘れて、そういうことはすっかり忘れててテレビの前で大騒ぎしてたって感じです。そうですね、なんか人生で名誉なことですよねって、まあエースコマット5ですけどね、まあ普通ねないじゃないですか。自分たちがクリエイティブで関わったものが、まあ、ああいうふうな形で世界に発信されるっていうことは、まあ、普通ないんで得した人生になりました。プレイヤーは、その世代、発売当初からずっとやってくださっているプレイヤーももちろん現役でもいらっしゃいますし、もう今は親子世代ですよね。お父さんから教えてもらって、お父さんが夢中になってたゲームなので始めましたっていう世代が現れていて、まあこうやって長く続く27年とか長く続いていくシリーズってこういうふうに遊ばれていくんだなっていうのを実感してます。もうそろそろその声も始まりそうなので、まあでも幸せなことですよねって思ってますけど、世界中に向かっていった時期で1990年代の95年の1作目からしばらくとかはやっぱり正直今じゃ考えられないですけど、まだその SNS とかもない状況だったので、僕らも国内のお客さんの反応しか見れなかったし、自分たちが届けているものの反響だったりとか人気ってやっぱり目に見える範囲だったりとか、まあ、せいぜい国内の話しか聞こえてこなかったんですけど、その後だんだんともう、国内より日本国内よりも海外の方がやっぱり人気が強くなって、で SNS の発達とかもあって海外からどんどん声が聞こえてくるようになって、まあ本当
グローバルなブランドになったっていうちょうど羽境期というか成長期だったような気がしますね。実はそんなにないです。そんなになくて、そんなにないので逆に自信持ってます。同じものを作って日本と海外で反応が違うってなっちゃうと、じゃあ僕らはどっちのお客様を優先してものづくりするべきかっていうのを考えなきゃいけないんですけど、実はさっき言ったエスコマとアサルトホライゾンの失敗がそこにあって、海外向けのものづくり、日本人が作る海外向けのものづくりってやった結果、期待に添えなかったっていうのがあって、でそこから見直した結果やっぱり結局、僕らがきちんといいって思うものを作れば日本も、海外も、世界中できちんといいと思ってくれるし満足してくれるんだってことが分かったので、なので今は全然もう日本海外の反響によって何かを考えるってことはないですね。正直一番大きいのは日本国内もそうですし海外もそうなんですけど、エースコンバットを作ったっていうことでプロモーションだったりとかで世界各国だったり回るんですけど、どこに行ってもやっぱりエースコンバットのファンがいて、でエースコンバットのファンの人が会場に駆けつけてくれたりするんですよね。でその時かな、やっぱり一番その反響として実感するのは、自分たちがその苦労して作ったものが本当に、世界中で遊ばれていて楽しまれているんだっていうのを本当に実感するのはやっぱりスマホの画面越しじゃなくて実際にファンに会った時かなと思います。その時にやっぱりそうですね、要こうのみたいな感じでああそうかって、世界中どこに行っても絶対いるってすごくないですか。なのでその凄さを体験できるっていうのはやっぱり開発者っていうかクリエイター冥利に尽きるだろうし、もうなかなかないよねこんな仕事って思ってます。開発当初から過去作が分からなくても楽しめるように作ろうとして作っているので、なので過去作やってればちょっとにやりとする部分はあると思いますけれど全然大丈夫です。エスコマット04から作った世界観、ストレンジリアルっていう世界観ですけれど、やっぱりその世界観をファンの人たちが非常に気に入ってくれていて、でそれを続けてほしいっていうやっぱり声も多くて、でその世界観の中で作り続けているシリーズなので、過去作を全く無視するってこともできないんですよ。だって同じその歴史上でつながっちゃってるので。なのでセブンの中で、全然知らなくても楽しめるお話にはしてるんですけれど、端々にはやっぱりその世界観の設定だったりとかいろんな部分がにじみ出てきちゃうので、知ってるとより楽しい状態にはなってると思います。そうですね、単純にファンの人たちがエースコンバットに期待をしてくれていて、で毎回僕らが一生懸命頑張ってその期待以上の価値だったりとか感動できる回答を、作品という形で返してるってことかなと思います。で、つまりっていう価値を認めてもらえてお客さんが満足したので次のエースコンバットに期待してくれる、でその次の期待にまた応えるために頑張るっていうこのサイクルが回ってるだけで、なので続いてる理由はやっぱりお客様の期待に応え続けるブランドであるっていうことかなと思ってます。エースコンバット7は発売からもう3年が経過するんですが、まだ世界中の人が楽しんでくれている状態です。
で僕らもアップデートだったりとか DLC で、この3年間続けてきました。7はエースコンバットらしいエースコンバットを作ろうっていうので、王道、原点回帰だったりとか丁寧に作り込んでいますので、まだ手に取ってない方は戦闘機って難しいんだよなとかって思うかもしれないですけれども、戦闘機を乗りこなす楽しみっていうのと、乗りこなした結果大空を自由に自在に飛んで、最後エースパイロットになっていくっていう体験ができますんで、ぜひ遊んでみてください。ありがとうございました。エースコンバット7スカイズアンノーンのプロデューサーの下本です。よろしくお願いします。エースコンバット7ではプロデューサーを担当させていただいておりました。プロデューサーとディレクターってよく質問で聞かれるんですけれども、プロデューサーは現実世界のことをコントロールして、最終的に責任を持つ仕事になります。実際に、商品をですねどのように売っていくかですとか、それにかかる期間とか予算、そういったものをコントロールしたり、あと人員の配置ですね、どういったチームで臨んでいくかっていったことを、詰めていったりするようなお仕事になっています。当然ゲームの中身がわからないといけないので、ゲームの中のことに関しても、口を出したりすることはあるんですけれども、基本的には現実世界のことを、責任持ってコントロールするのがプロデューサーの私で、ディレクターの方はゲームの中のことをコントロールして、決めていくっていったお仕事の、分け方をしております。プロモーションもプロデューサー側のお仕事になっています。まずエースコンバットシリーズの始まりが、これ家庭用ゲームなんですけど、もともとは、業務用の筐体でエアコンバットっていうのが昔アーケードの筐体であったんですね。なので、出会いでいくとそのエアコンバットに僕は当時小学校の多分低学年ぐらいだったと思うんですけど、ゲームセンターでドハマりしてたので、それが最初の出会いになります。でその後95年にプレイステーションでエースコンバットの第1作が出た時に、今までこのゲームセンターでやってた体験を家でできるんだっていうのがやっぱ衝撃的で、当時僕はプレイステーション買ってもらえてなかったので、友達の家に行って友達が持ってるエースコンバットをずっと遊んでたんですけど、3D 空間をこう自由自在に飛べるっていう楽しさに夢中になってた小学校5年生だったなっていうのを今でも覚えてます。まさか自分がこういった商品に関わるとは思っていなかったので、当然感慨深いですし、当時一緒に遊んでたそのエスコンバットを僕に遊ばせてくれてた近所の友達が今僕がこうやって仕事をしてることも知ってますので、たまに地元に帰ると出会った時に「まさかお前がな」みたいな感じのことはやっぱり言われますね。で思い出話になりますね。よく遊んだよねみたいなことは喋ったりします。開発は全部大変なので全てが大変なんですけど、僕の仕事でいくと先ほど話にも出てた、お客様に商品のことを知ってもらうっていうことが、重要なので、印象深かったこととしてはエスコマト7を発表するときに東京ゲームショウでステージイベントをさせていただいたんですね。シリーズのナンバリングとしては12年ぶりだったので、お客様に注目してもらえるかどうかちょっと心配だったんですけれども、当日通路まで人が溢れちゃうぐらい非常に多くのお客様に注目をいただいた、ステージとなりました。で私はそこで開発中のゲームを実際にプレイしてお客様に楽しいゲームに見えるように見せるプレイをしないといけないんですけど、当然失敗できない一発本番のゲームになりますんで、もうとにかく練習しまくってうまくかっこよく飛行機が飛べる、そのバッチシなタイミングとか敵が出てくるタイミングとか全部覚えて、当日ちょっと緊張する中ちょっと手震えながらプレーをしたのが覚えてます。でも結果的にうまく飛べてお客様からはいろいろたくさん拍手をいただいてその後も反響良かったので感慨深いというかいい仕事したなっていうような思い出があります。当日はステージだったので、拍手をいただいたって形だったんですけど、終わった後にやっぱネットとかを見た時に面白そうだったとかあれやってみたいみたいな声がたくさんあったのでいい面を正しく伝えることができたんだなっていうのは非常に嬉しかったですね。そうですね、達成感感じて、またその準備が非常に大変だったっていうエピソードになります。
エースコンバットシリーズって戦闘機を操縦してですね、大空を自由自在に飛び回るっていうのが一つ遊びの魅力なわけですけれども、この魅力自体は世代を超えて若い子でも、30代40代の方でも、なんだったら50代のプレイヤーの方もいますので、特に特定の世代だから楽しめないっていうのはないので、誰しも楽しんでいただけるかな、そういったゲームかなと思っています。ただ長いので第1作から遊んでる方っていうのがどうしても30代40代50代になってきている中で、新しい方に、どうやってこのエースコンバットシリーズの魅力を届けるのかっていうのがこのセブンの課題だったんですけれども、ちょうど世の中的にはゲーム配信とか、SNS でのこの情報発信っていうのが当たり前になってきている中で、今までエースコンバットシリーズが好きで支えてきてくださったお客様がもう自らの声でこれはいいゲームなんだ、もうみんな遊んだ方がいいよっていうことをこう広めてくださったおかげで、10代20代の方が何かちょっと自分たちよりも上の世代の人が熱中してて非常に盛り上がってるゲームがあるけどこれって何だろうみたいな形で興味を持ってくださって、その後YouTube の実況配信をしてくださっている方々を通じて情報が拡散する中で、自分でも楽しめそうなゲームだっていうことを10代20代の方が気づいていただいて、で結果的に今このたくさんの世代の方に遊んでいただいているっていうところにつながっていますね。僕らはちょっと往年のファンと呼んでるんですけれども、シリーズの1作目から遊んでくださっている、30代40代の、ファンの方にとっては、ようやく出てくれたナンバリングタイトルということで非常に喜んでいただいてまして、で若い世代の10代20代の方からすると、こんなゲームあったんだっていう、今まで、フライトシューティングっていうジャンル自体が非常にニッチで珍しいので、ジャンル自体知らなかったけれどもこんな楽しいゲームがあるんだったらもっと早く知っておきたかったみたいな形で、今はなかなかプレイすることは難しいんですけれども、エースコンバットシリーズの過去の作品をなんとか遊ぶ手段を見つけて遊んでみるとか、そういったことをされている方もいらっしゃるので、世代によってこう受け入れ方は違うんですけど、結果的にはシリーズを愛してくださっているというところにつながっているので、我々としては非常に嬉しいなと思ってます。結果からすると過去作遊んでなくても楽しめるように僕ら作ってるんですね。ただエースコンバットシリーズの中でストレンジリアルっていう、我々の世界と似て非なる世界が舞台なんですけれども、その世界を舞台にいろんな年代の戦争出来事を描いてナンバリングっていうものがお話として進んでいるので、過去作を知っていただくとちょっとした何ていうんですかね、知ってるキャラがゲスト的に出てきてるみたいな楽しみ方はできると思います。ただそれなくても十分楽しめるように我々の方は気を使って作っているつもりではあります。先ほど話に出しましたエースコンバットシリーズの魅力の一つである戦闘機を操縦して大空を自由自在に飛び回るっていったそういった体験ができるゲームなんですけれども、我々フライトシューティングって呼んでるんですけど、よくフライトシミュレーターと勘違いされる方がいらっしゃるんですけど、フライトシミュレーターと違って戦闘機の操縦を非常に簡単にできるように、我々の方では調整をしております。ただよくあるアクション RPG とか銃を撃つシューティングとは違って似たようなゲームジャンルがないので、初めて、フライトシューティングに触るお客様にとっては戦闘機の操縦自体は未知のプレイ体験なので最初は慣れないとは思うんですね。ただ、その徐々に戦闘機の操縦っていうのが上手くなっていってこう習熟して思うように戦闘機をコントロールできるようになった時のその楽しさっていうのを味わってもらえるように僕らは作ってますし、ゲームのお話でも徐々にこの自分のプレーが上手くなっていくに合わせて周りから味方から感謝されたり敵から恐れられたりといったそういったエースパイロットに自分がなっていくっていう体験と相まって、その自分がうまく戦闘機を操縦できるっていうのが最大限楽しめるようなゲームになってます。ぜひ触っていただきたいなとは思ってます。フライトシューティング自体が珍しいゲームですので、俺はヘビーゲームユーザーだって方も無理せずイージーモードから遊ばれることをお勧めします。やっぱりいきなり最初から高い難易度でいくと心折れてしまいますので、初めましてのゲームはイージーモードからぜひスタートお願いします。エースコンバットシリーズの中でエースコンバット0という作品があるんですけども、その作品の楽曲を、収録した、レコードアナログレコードが、発売される予定になっております。そうですね、0って曲があるんですけれども、エースコンバット0タイトルも0なんでややこしいんですけど、エースコンバット0のこのシリーズの楽曲って、
フラメンコギターと呼ばれる、スペインの方のそういったギターがを使われた、非常に情熱的な曲が多いんですけれども、先ほど言った「ゼロ」っていう曲は特にそこの部分を強く感じる曲かなと思ってまして、私は非常に気に入っている曲です。もちろん収録されてますので聴いていただきたいなと思っております。先ほど話しました自分がプロデューサーを担当させていただいたエスコマット7もそうなんですけれども、7を除いてってなると、初めて開発に関わったタイトルとしてエスコマットアサルトホライゾンっていうタイトルがあるんですけど、新人として、当時は僕はゲームのプランナーと呼ばれる職種でゲームの仕様ですね、どんなゲームにするかみたいな仕様を書いている仕事を、させていただきました。で今でも自分のキャリアにとってスタート地点でもありますし、当時エスコマットシリーズをちょっと変えていこうっていう流れの中で非常にチャレンジングなことをした企画だったと思います。で結果的にはお客様に気に入られたところもあれば非常にこうしてほしくなかったみたいな厳しい意見をいただいたっていう、タイトルでもあるんですけれども、自分たちにとってきっとお客様が喜んでくれる、僕らの作品は素晴らしいものを作ったんだと思って世に出たもの出したものっていうのが実はお客様からするとそうではなかったっていうのがやっぱり衝撃的で、当時はやっぱり悲しいことでしたけど、なんでダメだったんだろうっていうのをやっぱり自分たちで顧みる機会になりましたし、その反省をしっかりと取り組みとして開発に生かしたのが今回のエスコマット7ですので、その結果7がお客様にとって、受け入れられてシリーズとして一番販売本数を伸ばすことができたので、アサルトホライゾンの失敗あってのエスコマット7だったかなっていったところを考えると、非常に思い出深い作品になったなと感じています。なんか自分で愛されてる理由を語るのは恥ずかしいんですけど、いろいろあるとは思うんですけれども、今、エスコマットシリーズ7の次の作品の開発っていうものに我々はチャレンジしているんですけれども、その開発をしていく中で、今までのエスコマットシリーズお客様がどういったところが、好きだったのかとか、お客様にちょっと意見を聞くような場がありまして、でそこでいろいろちょっと意見を聞いていく中でお客様から、エスコマットシリーズを作っている開発チームのことを僕らは信頼してるんでっていう言葉をいただくことがありました。でやっぱその言葉は非常に僕らは嬉しかったですし、そのやっぱ信頼をしてくださっているっていうことは僕らが日々お客様のことを思ってゲームを作っているっていう思いが届いたことかなと思いますし、逆にその信頼を裏切ってはいけないっていうところを常々思って取り組んでいるつもりでもありますんで、その思いが恥ずかしいですけど相思相愛になったのかなみたいな、そういったところでシリーズとしては愛されているのかなとは思います。はい、エースコンバット7スカイズアンノーンは、エースコンバットシリーズ今まで25年、今年で27年かな、27年の、集大成だと思っております。たくさんアップデートも入れておりますし、先日、映画のトップガンマーヴェリックとのコラボのダウンロードコンテンツも、発売しております。初めて遊ぶ方にも楽しんでいただける、製品になっておりますので、ぜひ今日の、この番組を見て興味を持っていただいた方はチャレンジしてみてください。必ずイージーモードから始めるようによろしくお願いします。さあ河野担当下本さんのお話をたくさん聞かせていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。改めてインタビュー受けてみていかがでした河野さん。そうですね、やっぱり久しぶりでグダグダでしたそんなことなかったですよ皆さんね。下本さんはいかがでしたか。いつもインタビューって2人同時に受けるんですけど、今回ちょっと別々で何を喋ってたのかわからないんですよ、僕からすると、違ったので。いつも喋っちゃいけないことを喋るとき僕止めるんですけど、今日多分止められなかったんでなんか出ちゃってないか心配ですから尋問の時によく使う手だよね。2人個別に質問するやつねはい、ここまでの時間皆さんお楽しみいただけましたでしょうか。引き続き東京ゲームショウ2022をお楽しみください。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。